ケニーさん力つけましょうよ。ケニーさんが今何かね、会社に訴えたところでその会社変わるんですか？本当に変わるんだったらやった方がいいと。これまでもそうだった。今もそう。自分もそう。後輩も苦しんでいる。だからケニーさんが声を上げる。それが勝てる戦だったらどうぞやってください。私もそれはやったらいいと思う。けれども自分が不利益を被ってまで今のケニーさんが声を上げたところで、もしねこれは勝ち目にないと思うのであれば、その転職した先で私は力をつけてほしいと思う。それだけ後輩たちを救いたいと思うんであれば、後輩たちだってそんなに嫌な会社だったら辞めたらいいんですよ。だけどそこにいるわけでしょ。ケニーさんも今まで特に辞めてやろうと思ったのかもしれないけども、そこにいたわけですよね。なぜかって言ったら、まだその怒りが沸点に達してないからです。運よく転職が見つかったっていうことは、ケニーさんはおそらくその会社を辞めて他の会社に行っても、ケニーさんの持ってるものを求められてるっていうことですよね。だから次の転職が決まってると思うんです。そして社会人として力をつけてほしいと。私たちが何か大きな体制を変えようと思った時に悔しいですよ。世の中に理不尽なこといっぱいありますからね。国だってそうだし、お寺の世界だっていっぱいありますよ。腹立つこと、理不尽なこと。だけれどもそこに対して自分が今何も力を持ってなくて、具体的な戦う術も持ってなくて、争いを仕掛ける。やりたければ私はやってもいいと思うけれども、結果として大した結果に終わらないっていうのが私の実感です。かつて私も法的にその他様々戦ってきた経緯があります。裁判というところにも絡んだ経緯があります。実は今こうして私が YouTube でいろんなものを配信したりしているのも、誰にも遠慮なく、誰にも文句言われることなく、自分で本当に自分が皆さんに提供していきたいと思うことをやるための力をつけたからです。この動画一本撮るのに細かく計算していくと万単位でお金かかっていくかもしれない。それを自由にできる。それは私自身がちっちゃいですけれども力をつけたからです。だからこうしてお話が届けられる。ただでね、編集する人もいるし、これを発信していくための手続きもあるし、いろんなことがある。だけれどもそれは自分が力をつけていくことによって破壊力のある発信っていうのができていくっていうことです。ケニーさんがもし何か力を持って勇気を持って多くの人たちの利益のために声を上げたいと思うのであれば、しかるべき力とタイミングっていうのが私はあるのかなと思います。それが今なのかどうかということ、会社に対して直接誰かを名指しであるいは訴えるとか声を上げるということなのかどうか、それは分かりません。様々な方法が取れましょう、ね、ただ不利益を被ってまでケニーさんが今声を上げるということは、ケニーさんにとって果たしてこれは勝ち戦になるのかどうか、これはよく考えられた方がいいと思います。次の会社に行って、そして転職先でまずきちんと認められること。もし私が新しい転職先の会社の社長であったら、ケニーさんが前の会社においてのですね、不利益というものに対してけんけんがくがくやっているという新入社員というか新しい転職者はあまり受け入れたくないかもしれない。わかりますか？ケニーさんの 100% の力を新しき会社で発揮してほしいのに、前の会社の恨みというところに対して戦っているケニーさんが来てもらってもちょっと困るっていうのが正直なところなんです。前の会社には例えば上司にね、きちんとした形で自分が会社の中にいた時に辛かったこと、
お世話になったことは給料いただいてたわけですから、お世話になったことはお世話になったことで書いて、ありがとうございましたとお礼と同時にですね、こういう部分というものに実は自分はすごく疑問を感じてたとか、それをね、会社のためにね、去る時に、きちんとご挨拶もし、同時に会社にとって私はもっとこういうところが改善されればいいということを声に上げて、そしてそれを改善していくということにつながってもつながらなくても、どうしても我慢できなかったら会社の社長さんに対してお手紙を書いて、丁寧にお手紙を書いて、大人の対応でやめていかれる。そんな程度に私だったらとどめるかもしれない。その上でその次の会社にもうその怒りというもののエネルギーが兄弟であるがゆえに、強力であるがゆえに、その力を新しい会社にその次のその怒りを転換していくってことですね。これができたらものすごい力を多分ケニーさんは発揮されると思います。2つ例を挙げたいと思います。よく私が名前に出す道元さんという曹洞宗の開祖ですね、永平道元という方がいらっしゃるんですけど、この道元という昔お坊さんがいらっしゃった。でこのお坊さんの例を出そうと思います。怒りというものをプラスに転換した例ですね。エネルギーに、次のエネルギーに変えたという2例です。一つはその道元禅師の話なんですが、この道元様という人は中国へ若くして渡ったんです。日本の中で自分が師匠として学びたいと思う人はいなかった。そこで時の大陸ですね、中国に渡って、そこで中国中を歩いて自分の師匠となるというお坊さんを見つけて歩いたんです。で、当然行ったばっかりであまりよくわかりませんから、最初にですね、もう何千名という僧侶の方が修行しているという大きなお寺に修行に入ったんです。そこでですね、ものすごいいじめにあったんです。当時の中国というのは、今の日本なんていうのは本当にもう虫けらみたいなもので、世界の文化の最先端を言っていた国だったんですね。でそこへですね、本当に日本というちっぽけな国から来たというそのお坊さんに対してものすごいいじめがあったりとか、ものすごいひどい体質があったんです。そこで道元はどうしたかって言ったら、時の皇帝にですね、中国皇帝に手紙を書いてるんですよ。そしてその中で、私は日本という国から命がけで、この中国に渡ってきて教えを学ぼうと思ってこのお寺に入った。ところがこの中国有数の修行道場の中でね、こんなようなことが行われている。そこに幻滅したっていうお手紙を書いたんです。でそしてそれを皇帝にね出した。そしたらその皇帝の方からですね、そんな恥ずかしいことはないということで改善命令が出て、でお寺の中でですね、なんとそのいろいろなことが改善されていったということを事例として作ったですね、道元さんはね。で時にまだ20代です、道元さんね。すごいなと思うんです。でそれはじゃあなぜできたのかって言ったら、それだけ道元という人の日本人で中国語でお手紙書くわけですから、皇帝に。手紙が皇帝を動かすほどの力を持ってたということですね。道元という人がそれだけの人物だったということなんです。皇帝をも動かす、その中国のトップというものを動かすというだけのやっぱり力を持ってたんです。ケニーさんが一つ書く手紙、ケニーさんが一つ声を発するというその発言に力をそこまで持っているでしょうかということ。さて、二つ目の例なんですけれど、これはついこの間2014年に青色の発光ダイオードというものでノーベル物理学賞を取られた日本人がいますよね。中村修二先生というアメリカのカリフォルニア州にあるね大学の教授の方なんですけど、新聞とかテレビとかでも騒がれているのでケニーさんもご存知かもしれませんが、この中村さんという方、メディアのですね、なぜ
そのようなね、ノーベル賞を取るような開発っていうものができたんですかというような質問に対して、原動力は怒りだって言ってるんですよ。ね、すごいいろんな実験をして、いろいろな研究をしているという研究者として、日本でずっと日本の中にいらっしゃる時にですね、日本でずっと大学まで行かれて、もともと日本にいらっしゃった方ですよ。だけれども、就職した企業とかでですね、やっぱりその研究の費用っていうものが研究者としていただくわけですが、それをですね、上司にですね、お前は研究って言ってこんな金の無駄遣いをしやがってっていうことを研究者としてね、一生懸命研究してたのに、その研究がうまくいくこともうまくいかないことも、お金に結びつくこともつかないこともあるわけじゃないですか。それに対して研究者として一番屈辱的なことを上司から言われたっていうのに対して、強烈な怒りを覚えたんです。で、その強烈な怒りっていうものが、畜生っていうんで、あとですね、アメリカに渡って研究をして、最終的にその発光ダイオードっていうものの研究開発、LED ですね、青色 LED の開発っていうところに結びついていくんですけども、もうそのエネルギーというのはどこから来たかって言ったら、世の中の幸福にしたいというような幸せなエネルギーじゃないんです。怒り。その屈辱っていうものがもう原動力です。で、今後もその怒りを胸にですね、研究を続けていきますというようなことをおっしゃってましたね。で、本当にそうなんですよ。畜生と思ってバーンって殴ってスカッとしたところで、その強烈な怒りっていうのは、せっかくそれほど強烈な怒りを持ったのに、エネルギーが自分の中に湧いたのに、それをなんか違った形かなと、もったいない形かなというのを私は思います。ね、原子力爆弾でもそうじゃないですか。あの原子力というものを敵国を破壊するために使ってみてください。多くのものを失いますよ。多くの後悔が残りますよ。でもその原子力というものを、もしですよ、人類が何か人類というものを救うために使えたら、素晴らしいことはないわけでしょう。ということで、ケニーさん、私も多くの体制に対して怒りを感じ、理不尽さを感じ、今こうしてね、一問一答っていうものをやろうというところに至った経緯もいろんなことがあったわけです。でも今思うのは、その大きな怒りっていうものがあったから自分は今があるんだ。その怒りが大きければ大きいほど必ずそう思える時が来るんです。ですからどうかね、その怒りのエネルギーの使い方をケニーさんなりにもう一度吟味していただいて、どのような形でそれを自分の将来につなげていくのか、ね、社会人として怒りのエネルギーを持った時にはもう3段階ぐらいレベルアップするチャンスかなと思ってます。だからぜひね、この素晴らしい機会を逃さないでほしいんですよ。勝てるかわからない戦のためにその貴重なエネルギーを使わないでほしい。貪心地の人、自分を蝕む怒りはね、自分の肉体も精神も蝕んでいくだけ強力なエネルギーを秘めた力が今ケニーさんの中に渦巻いている。さて、このエネルギーをどう生かしていくべきなのか、次の仕事に向けてそれを転換していくのか、もうすでに辞める会社の過去の敵に対して直接ぶつけていくのか、知性のある人間として、成熟した大人として、より良い未来、ケニーさんにとってのより良い未来に向けて、この怒りのエネルギー、せっかく手にしたこの膨大なエネルギーっていうのをどう使うか。あとはケニーさんが結論をお出しになったらいいと思います。どうぞ、どんな結果になっても、
応援しています、ね、素敵な未来というものにぜひこのエネルギーをつなげていただければ、回答者としてこんなに喜ばしいことはありません。頑張ってください。